今回使うのはホマルメナの、ガチリンっていう、ガチリン、はい、シルバー系って言ったらいいんですかね。はあはまあ今はそこまで表現出てないですけど、結構大型っていうか中型って言ったらいいのかな。あ、はい、大きなるんです。そうです。成長めっちゃゆっくりなんで、いいガチリン、月の輪と書いてはガツリンって書くんですけど、読み方はガチリンです。なんかあれなんですね。今までの植物はどこそこさんみたいな感じだからどっかの地名かと思ったら違うんですね。はい、違います。月輪って書いてガチリン。はい、ガチリン。ほんまにガチリンって読むんですか。ガチリンです。ほんまにこれは笑い取ろうとしてます。してないです。あ、電池なくなった。嘘でしょ。います。なんでなんですか。すいません、スマホですね。とっと出た。とうとう出た。ガチリンです。ガチリン、はい、はい、月輪と書いてガチリンです。水苔に埋まってるんでちょっと崩していきます。さっき間違えた蓋でやります。容器か。あんまりね、根っこ傷つけてやると溶ける原因になったり、そこから菌が入ったりするんですけど、僕はあんまり気にしません。綺麗に剥がしてやって、ほんまはできるだけ根っこを残してやった方がいいんですけど、だからこういう伸びた部分とか植えにくいんで切っちゃいます。ではここに植えたらちょうど大きくなってもなんとかいけるんじゃないかと、はい、この辺に植えます。まあ遠近感も出るんで、大きくなってくると手前に大きいのがある方が遠近感は出しやすいんで、ここに植えさせてもらいます。お、なんか賑やかになった。はい、土をある程度寄せてやって、だいぶ賑やかですね。ね。はい、はい、次いきます。次クレオパトラいきましょうか。名前だけ聞くと素敵な響き、まあ派手なって言ったらいいですかね。そうですね、はい、ゴージャス、柄がしっかり入ってる。はい、ここに植えます。はい、はい、こんな感じですね。はい、だいぶ賑やか。そうですね、超ド派ですね。ね、はい。あ、山椒が。山椒どこにあったっけこれ。多分そのヘリとかにある。ここやったか。この辺ですね。ここです。多分。はい。ではベゴニアのクロロスティクタっていう木立製のベゴニアですね。これいい株持ってきました今日は。もともとめっちゃ巨大化したやつなんですけど、根元から切った時にまたそこから生えてくるんですけど、はい、それを根元ごと持ってきましたので、こういうのってここまでこういう、ほんまや、茎みたいな、芋みたいな、はい、こういう状態になってくるとすごい丈夫になるんで、はいはい、枯れる確率が減ります。はい、はい、これを植えます。どっちかな、こうやからこっちかな、この辺に植えます。はい、絶対また落ちるな。落ちますね。そうです、見てる限りは後からつけた方が良かったんじゃないかなって僕は思ってしまってるのは気のせいな。イメージしやすいんですよ。最初は落ちてもいいんですよ。あれですよね、上に葉っぱが来てしまうから最初につけてる方がいいってことです。はい、もう落ちましたけど、こっちが。はいはい、これでいい感じちゃいます。そうですね、上の方にも色が出てきて。はいはい、次でそしたらラストです。最後の植物、これなんですけど、ちょっと地味に見えるんですけど、はい、これも色抜けちゃってるんですよ。ただ根っこちゃんとしっかりついてるんで、はい、ここから成長を楽しむって感じで、はい、大きくなるとこういう色になります。綺麗でしょ。模様が出てきて、はい、こういう風に生えるととてもいい感じになると思います。はい、この辺に生やしていきます。はい、結局のところね、植物っていうのは生えたいところに生えるもんなんで、あんまり配置とか気にしすぎても、もう一個あるんでもう一個も植えます。お、2株。はい、これも植えます。アクセント。まあお店さんなんで、まあ、僕はこの状態で見守ってもいいんですけど、はいはい、ある程度綺麗じゃないと。そうですね。なんかちょっとあれですね、枯れ飛んでみたいな。まあ待つのがやっぱ大事なんですけど、ちょっとね、はい、見た目もビジュアル面も考えておかないとっていうことで、はい、このちっちゃいのが大きくなるまでこいつが頑張ってくれたら飾りと。はい、はい、これで全ての植物を植えました。はい、はい、いかがですか。なんか、パルダリウムって感じに、はい、これで一応完成かな。はい、あとは水ぶっかけてやります。あ、土をちょっと持ってやります。あ、落ちたやつちょっと直しますやること多いな、意外といっぱいあったっていう。この辺に足元大事です。はい、はい、
で土を根元を埋めてやります。あれですね、掘ったところ。そうですそうです。モスとかは結構隠れてもたんですけど、それは大丈夫なんですか？ちょっとだけ植えますモス、最後の仕上げって感じです。自然感を。はい。木立製でしたっけ？木立製の方がもうちょっとこう上に来るとまたこう顔色も変わってきそうですね。そうですね。最初に植えたやつもはいめっちゃ埋まっとるんですけど、これは生えてくるんですか？生えてきます。この状態で。あ、これですか。はい、これは最後に引っ張るんですよ、こうやってあ、やっぱそうなんです。植えてから引っ張った方が、ああ、なるほど。こういうふうにペペペッとペペペッと出してやった方が、根っこは埋まってる状態で葉っぱだけ出すことできるんで、それをすると、あとは葉っぱのこういうとこちょっと土で埋まっちゃってるんで、筆できれいにしてやります。土がかぶさりすぎるとどうしてもそこから溶けたりする原因になったりするんで。こんな感じでグリーン植物を植えました。はい、はい、仕上げは水で。植えた時が一番植物にとって水が必要なんですよ。どこぐらいまで水入れるとかはないんですか？最終的にこの土の茶色い部分最初に入れて、はい、あれが水で埋まってたらいいぐらいです。あ、黒い部分は、まあ、水入ってるなって感じじゃない程度ってことですね。はい、はい、あとはこいつでそのラインまで水入れてやります。この時にあんまり上からドボドボやっちゃうと、今やってるんですけど、はい、土が掘れちゃうんで、こんなもんかな。で最後にちゃんとガラスの面を拭いてやった方がいいです。やっぱり水に含まれているカルシウム部分とかが付着したりするんで、なるほど。水の水滴の部分が型が残ったりするんで、あと土ですね、やっぱり土入れた時に細かいのが舞うんで、そういうのがガラスにくっついてたりするんで、綺麗に見えても一回拭いてやった方がいいです。はいはい。やっぱ ADA の水槽は透明感すごいな。そうですね。はい。見てわかるのはこの縁が青いんですよ。うんうん。綺麗ですね。オテルゴーロ価格の水槽はここが緑なんですけど。うん、そうですね。はい。これは青く見える。はいはい。綺麗な証拠です。僕はだいたい緑に見えるやつを使います。僕もです。はい。これで一応完成とさせていただきます。はい。ということで。はい。はい、リンバさんからご依頼いただいたパルダリウム、完成しました。ありがとうございます。もりもりな、はい、賑やかな、はい、成長が楽しみですねこれ。そうですね、はい、僕のこだわりとしてはもりもりにしてもここに寄せるっていう感じで、はい、ある程度やっぱ空間を生かす、開けておかないと、はい、あんまりにもぎゅうぎゅうになると、圧迫感が出てきちゃいますので、はい、開けるところは開けるっていう感じですね。なるほど、はい、っていうのをちょっと余裕を持たしたレイアウトです。はい、はい、これまた成長を見守っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうですか？なんか派手な、はい、明るい感じのね、そうですね、こう緑してる感じの水槽になったなっていう、はい、ちょっと気合い入れてね、いい水槽を買っただけあったなと思います。はい、そうですね。はい、はい、まあこれもね ADA さんのイベントに行っていいなと思ったのがきっかけなので、はい、そうですね、皆さんもねぜひ一回ねイベントも行ってもらって、はい、イベントにもねパルダリウムたくさん置いてあったんで、そうですね、参考になると思います。はい、なんかね見て自分らでもこうやってやってもらえるとまたいいですね。はい、また分からなければね、スタジオバリアビリスさんのチャンネルの方にね質問でも飛ばしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、僕の方からはぜひリンバさんのお店に来てもらって実際こういう作品見てもらって、はいはい、やっぱりリアルで見るのと全然違うと思う。まあ僕家持って帰りますけどね。持って帰るんですか？嘘です嘘です。ちゃんと展示させてもらいます。頑張ってください。はい、ということで、はい、これは完成しましたんで、はい、成長を見守ります。はいはい、では今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。リンバさんありがとうございました。ありがとうございます。撮影協力ありがとうございます。はい、がっつりカメラマンやってもらいました。はい、ありがとうございます。はい、それではまた次回の経過報告楽しみにしておいてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではさよなら。